こんにちは、なすいです。今回はですね、年末ということで、一人で忘年会をしに、初一人飲みをしてこようと思います。てかしてきました。本当は一回だけあるんですけど、それはいつも行ってるお店で、そこだと、あんまり意味ないというか、ちゃんと一人飲みじゃないなと思ったので、今日は行ったことないというか、家の近くにあったお店に一人で行ってみます。で、今回はですね、アフレコでお届けしようかなと思ってみて、ゆっくりなんかお餅でも食べながら見てもらえたら嬉しいです。で、僕はお酒飲んでるので、夜見てて、ゆっくりお酒を飲める方は一緒にお酒を飲みながら忘年会しましょうということでお店に着いたので早速行きます。もう服装こんな感じダウンにスウェットに帽子、マジで適当。本当にちょっと12月疲れたから一人で行ってみようと思って、着きました。なんかカウンター席が一番端っこしか空いてなくて、意外と他のお客さんもいたから端っこで、ちょうど角で動画回すタイミングが他のお客さんいてなかったので、もうビール半分ぐらい飲んじゃってます。で、この日出した動画をちょっと最初確認してました。で、なんかアルコール除菌シートみたいな箱があったので、そこにそのカメラを忍ばせて他の人が映らないように撮ってます。大根のお通しめっちゃ美味しかったな。だからもうこれちょっと寄ってますね。早速もうこれ実況になってるから、2024年振り返っていくと、今年はね、自分的には YouTube の年だったかなって思いますね。何月ぐらいかな、4月とかぐらいから YouTube を更新し始めて、ちゃんと、ちょうど8ヶ月ぐらいが今経ったんですけど、いやー、最初は5000人の目標を立てて頑張ってたんですけど、なんとか届かずということで、でね、12月はね、その目標を立てて本気で頑張ってたので、もう実は15本ぐらいも動画出してるんですよね。だから2日に1回ペースで出してて、それこそ編集がもうめちゃめちゃ大変でしたね。でも一旦もうちょっと5000人は届かなかったんですけど、来年はまた別の目標を立てて頑張ろうと思います。結構ね、このゴーヤチャンプルめっちゃ美味しかったそう、5000人の目標を立てて、届かなかったけど、でもそれに向けて自分なりに努力はできたので、全然後悔していることはないですね。どうしようかな。なんかで、今年新しく始めたこととして、僕はYouTube もそうなんですけど、なんか小さいことを習慣的にする能力を身につけようと思って、9月ぐらいから秋ぐらいから毎日散歩を始めましたね。だからそれで結構朝ちゃんとその決まった時間にルーティンで起きれるようになって、で結構自分的に動き出す時間が早くなったので、YouTube とかに当てる時間も増えたかなって思います。時間の使い方が上手になったかなと思いますね。結構ね、朝の散歩は本当にいいよ。寒いんだけど出てしまえばもうなんか太陽を浴びてめちゃめちゃなんていうんだろう、体がフレッシュな状態になるので、すごいおすすめですね。最初の方は時々週に、2、3回ぐらいかな走ってたりしてたんですけど、冬になって走って、で僕2キロぐらい走った後に2キロ歩いて帰るっていうのをしてたんですけど、それしてたらめちゃめちゃ寒いから、もう汗かいて帰るまでに風邪ひきそうなぐらい寒くなって、汗がすぐ乾いて、それで走るのはやめましたね。なんか健康というよりどっちかというと、僕は自分の朝の集中力を高めたいみたいな感じで始めたので、なんか来年は散歩以外にもう一つなんか別のルーティンを増やしたいなと思ってます。そのルーティンで言うと YouTube 最初は1週間に1回ぐらいを上げてたんですけど、途中から1週間に2回になり、でその後は1週間に3回ぐらいになったのかな。10月ぐらいから1週間に3回ぐらいにして、
で、まあ12月はもう1週間に4回上げてましたね。めちゃめちゃハードだった、正直。だから来年はまあ1週間に4回も上げることはないんですけど、ちょっと12月だけでもやりきれなかったから、まあ、最後自分が後悔しないように詰めてあげたんですけど、やっぱね、もうちょっとなんか気楽にしてもいいかなって思いましたね。あとなんか Vlog とかももっと増やしたいなって思ってるんですけど、なんせ僕はあんまり人と過ごすのが、それこそもう見てもらったらわかると思うんですけど、地元の友達とかと遊ぶことが多いので、月に1回あるかどうかぐらいだから、でも一人で Vlog 撮る勇気もないから、これおかみさんが、奥さんが瓶ビールをついでくれました。一杯目はついであげるって言ってついでくれて。そう、だからまあ、ちょっと来年はね、なんか一人でいろんな Vlog を撮りたいなと思ってますね。なんか企画も、まあ僕好きなんですけど、来年は一人で Vlog を撮る。Vlog を撮るというか、なんかいろんなところに行って撮りたいなって思ってます。ちょっと顔赤くなってきたな。でもゴーヤーこれめっちゃ美味しかったな、本当に。だから一人飲みしてみたんですけど、結構ね、良かったね。なんか最初入った時に周りの人いっぱいいたから、うわ最悪だと思ったけど、でも実際他の人のなんか会話とか雑音がちょうど心地よくて良かったですね。なんか隣の人の話聞きながら飲んだりとかしてましたね。なんか隣の人はすごい歴史に詳しいサラリーマンの方でしたね。めっちゃなんか面白い話ばっかしてて、なんかそれこそ中学の授業とかの歴史とかで習ったような内容とかをすぐさって出してきて、覚えてんのすごいと思いながら聞いてました。で、ちょっとね、12月はね、まあ、もう YouTube 頑張りすぎたと個人的に思ってるので、まあ来年はもうちょっとスローペースというか、自分なりのペースでやっていきたいと思ってます。何しよっかな。ちょっと、まあ今、1月からインスタ見直していくか。どんなことしてたか。はい、1月から振り返っていこうと思います。まあこれでも、あれだよね。俺が見てる画面を一緒に映した方が、多分わかりやすいよね。12月だから、1月は、この辺かな ?12 月だから。1月ここですね。ここからですね。そうだ、年始に家族で、広島旅行に行きましたね。家族と親戚で行きましたね。そうだ。でもこれ去年かな。ヒステリックグラマーのモデルをさせていただきました。これめっちゃ嬉しかったな。でもなんかこの日顔結構むくんでてなんかちょっとコンディション悪かったんだよな。髪結構長かったですね。このくるくるの髪も結構好きだったな。で、これは初めてトゥミのお仕事をさせていただきましたね。キャリーケースの。この時の写真が結構好評で褒めていただいて、でその後も今年もう一度トゥミのお仕事をさせていただきました。これね、これ2月ぐらいか。そうだ、福岡の時の友達が東京に遊びに来てくれて遊びましたね。ここに奥にいるこいつです。台湾にも一緒に行きました。で、これは、そうだな、お兄ちゃんと一緒に飲みに行った時かな。なんか、東京から近くの海にも行きましたね。これどこだっけな。なんかすごい、ギャルの水着ばっかり出てきたので、ちょっと、戻ります。で、これも動画に出してるんですけど、ミッチーが、3月ぐらいに遊びに来て、東京に築地に行きましたね。この Vlog も出してます。で、その後福岡に帰ったのか。そうだ。急遽実家に帰らないといけない用事があったので、急遽帰りましたね。で、熊本だっけな。これだ。熊本にも行きましたね。家族で。よかったな、この宿は。でも、まあ、いろいろちょっとありましたね。カルバンクラインのお仕事もさせていただきましたね。髪長いな。皆さんどっちが好きですかね？僕の髪長いのと。これ懐かしいな。ちょっとこれはスタイリング攻めすぎて、ボツになったんですけど。ちょっと、まあ、好き勝手しすぎちゃって、スタイリング。いや僕は好きなんですけど、まあ、こっちの方がなんか爽やかでカルバンクラインっ
ぽいということで、まあボツになったんですけど、僕がもう自分の個人的な好きなスタイリングだったから載せましたね。うわ、そうだ、このおばさまに話しかけれる動画がめちゃめちゃバズって11万5000いいね。こんなのが初めてでしたね、僕は。リールでめちゃめちゃバズったっていう。で、これももうタイアップは終わってたんですけど、なんかオフショットというか、ちょっと自分が好きなムードだったので、これも載せてます。で、これはお兄ちゃんと僕の友達と花見に行った写真ですね。お兄ちゃんがちょうど研修か何かで東京に来てて、3人で行きましたね。うわー、めっちゃ髪長いな。この辺は何月なんだ？ 4 月かまだ。で、これ5月に、これまたミッチーとディズニーに行って、この時期ね、ミッチーと会いすぎてたね。3月にミッチーが来て、4月に僕が福岡に行って、で、5月にまたミッチーが来て、で、この時ね、乃木坂のアイドルの子がいて、ミッチーがめちゃめちゃ興奮してる動画が TikTok でバズってましたね。うわ、納豆イカだ。これ美味しかったな。てか、居酒屋のさ、納豆って結局何でも合うの？なんで？なんかね、もう、結構信頼しちゃってるから、最初怖かったよ。納豆オムレツとか、納豆なんとかとか、なんか怖かったんだけど、もう結構全幅の信頼置いてますね。居酒屋の納豆メニュー。で、これも福岡？これまた帰ったの？また帰ってるかもしれない。うわー、長いな。懐かしい。この辺はもう結構 YouTube。で、ここでバッサリ切りましたね。久しぶりに。懐かしい。ちょっとね、ここの横を長いスタイルにしてもらいました。これ結構好きだったな。で、オーディマピケのお仕事とプラダのお仕事ですね。大阪にも行きましたね。これはね、家族で大阪になんかみんないろんなとこから集まって、一緒にご飯食べただけですね。台湾だ、台湾。台湾にも行きました。台湾良かったな。ちょっと来年もね、またなんか、一人旅はどうなんだろう。寂しいのかな。寂しくなりそうだな。でもなんかいろんなとこに行ってみたいですね。一人って、わざわざ限定することはないけど。で、それをね、YouTube 撮って、いろんな経験できたらいいな、来年は。いや、台湾良かったな。これめっちゃ幸せな家族がいて、これ撮っちゃったな。一番長女の子が、もうお母さんと弟を引っ張り回してて、ルンルンで帰ってて、めちゃめちゃいい家族でしたね、これ。で、台湾から山口に行って、地元の友達と川に行って遊びましたね。で、その後すぐ東京に帰ってきたのかな。で、トヨタのお仕事をして、みたいな感じか。で、初めてこのネットフリックスさんのお仕事をさせていただいたんですけど、この恋愛バトルロワイヤル。僕以外が女の子のインフルエンサーばっかりでびっくりしましたね。高校の時、隣の高校に、女子校があったんですけど、元女子校で、もともと中学の時仲良かった男友達が行ってたので、で、文化祭覗きに行ったら、もう、女の子がなんか、優位な世界というか、なんか男がめっちゃ肩身狭そうに生きてる世界があって、そこには。めちゃめちゃ面白かったですね。女子校ってこんな感じなんだって思ったのを覚えてて、で、その記憶がちょっと蘇ったかな。ちょっと学校っぽい感じの、なんか学生風のスタイリングを組みましたね、僕は。で、ここでもう一回もっと短くしたのかな。懐かしいな。この日はね、新しい iPhone を買った日だ。そうだ、この辺はこれドミニクっていう海外の友達なんですけど、結構海外のいろんな人が日本に遊びに来てて、それで会ってましたね。で、作品撮りもしましたね。ちょっとヤクザっぽい感じの自分たちでなんかストーリーを決めて、トゥミさんがもう一度お仕事をくださったので、なんか僕っぽい写真を撮ってみました。で、カバンのお仕事、カーリーンのバッグのお仕事で大阪にも行きましたね。これも良かったな。なんかね、やっぱお仕事とかでいろいろ行けたらいいな、今年はもっと。
YouTube とかでもなんかホテルのお仕事とか、なんか何でもいろいろしたいですね。でも最近なんかね、香水のサブスクかなんかのお仕事が連絡いただいたんですけど、僕そんなにいろんな香水をつけるタイプの人間じゃないから、僕は自分に合ってるというか、自分のライフスタイルとかに合ってる案件を最初から大事にしたいと思ってるので、なんか服とか僕の雰囲気に合うなとか、ホテルとか旅行とか、お店でもいいし、何かスポンサーとか案件お仕事あればぜひご連絡お待ちしております。来年はちょっとね、案件もしたいな。これは来年の目標になっちゃうからちょっと。で、ジェデットロンドンの東京ポップアップも初めて会って楽しかったですね。ジェデットロンドンのチームにも会って遊んで。で、これは久しぶりっていうか、シアンマンっていう雑誌に出まして、で、僕が初めて出たメンノンの雑誌も1月号だったんですよ。だからなんか、すごい1月号にご縁がありますね。で、ヒステリックグラマー40周年パーティー。これ楽しかったな。もう本当になんか参加者もすごいいろんな芸能人の方とかいて、めちゃめちゃ楽しい体験ができました。で熱海にも行ったね。これはインスタのこのお仕事で熱海のホテル 2YL さんっていう熱海にあるホテルの方が招待していただいて、こういうのをね、これはインスタでいただいたお仕事なんですけど、なんか YouTube でできるとすごい嬉しいなと思います。でも勝手にYouTube でも宣伝していいですかって言って熱海の Vlog を結局撮って YouTube で一緒に宣伝したんですけど、でもその代わりサウナとかつけてもらいましたね。熱海だからもう最近か。戻ってきました。ということで、こいつはずっと食ってますね。美味しそうな顔してんな。全然こっち見てなかった。そっか、これ鶏のやつね。鶏の甘辛炒めみたいな、鶏スタミナみたいな名前だったんだけど、めっちゃ美味しかったな。ちょっと酔っ払ってきてチャレンジしてますね。おかみさんに話しかけるなんかここ初めてじゃなくて、実はこの1週間前か、1週間もないか、4日前ぐらいに友達と5人ぐらいで忘年会をして、でその時に初めて来たお店なんですけど、なんかすごい雰囲気が、田舎の雰囲気がすごいあったのでね、この静かなというか、ガヤガヤしすぎてない感じだから、ちょっと一人で行ってみようかなって思いましたね。2024年は結局僕的には YouTube とかに本気を出した1年でしたね。やっぱりなんか今年といえば YouTube がすごい残ってるな。でもなんかその代わりと言ってはなんだけど、なんかね、インスタとかのSNS があんまりYouTube に、もうそれこそ12月とか本当に全然もう更新するのがめんどくさいというか、YouTube でやりきって疲れてるから、もうなんか上げたいって思わなかったんですよね、あんまり。だからそっちのなんか、元の軸となる方がおろそかになってしまっていたので、そこはちょっと個人的に反省して、来年はなんかいい塩梅でやっていこうかなと思ってます。結局ね、一人飲みしてみたんですけど、最高でしたね。ゆっくり美味しいご飯と美味しいビールを飲みながら、めちゃめちゃ最高でした。ちょっともう食べ終わりそうなんで、動画を締めようと思うんですけど、今年も2024年見てくださったりコメントしてくださった皆さんはありがとうございました。本当に僕はね、コメントしてくれたり毎日見てくれたりとか、これキムチもらったんだよね、最後にあげるって言われてそうコメントしてくださったり見てくださったりしてる方は本当にありがとうございます。みんなが見てくれないとね、僕のモチベにも何もつながんないし、なんかちょっとでも応援してくれてる人がいるから僕はできてますね。これは年内に上がるのか年明けに上がるのかわかんないんですけど、そうですね、そろそろ僕は実家に帰れるので、それが楽しみで、今昨日も一人で温泉行ったかな、 YouTube 一人で
そんな真っ暗なこと YouTube で真っ暗すぎるな、これは。じゃあ、明けおめかもな。皆さんそうだな。良いお年を年明けかもな。じゃあ、良いお年を。ありがとうございました。明けおめかもな、この動画もしかしたら。バイバイ。